これでわかるチューダー朝パート2。パート1をまだ見ていない方はそちらを先に見ていただけるとわかりやすいかと思います。前回、ヘンリー8世の最後までお話ししました。ヘンリー8世の遺言書に王位継承権の順番が書かれていました。1、ジェーン・シーモアとの息子エドワード。2、キャサリン・オブ・アラゴンとの娘メアリー。3、アン・ブーリンとの娘エリザベス。4、妹の孫のジェーン・グレー。ということでエドワードが9歳で即位しますが、体が弱かったため15歳で亡くなります。亡くなる前から周りはエドワードは持たないと思い次を考えていました。ジョン・ダドリーという男が自分の息子と王位継承権のあるジェーン・グレートを結婚させ、エドワード6世を説き伏せ、彼の死後ジェーンを即位させることを約束させました。どう説き伏せたかというと、ライバルとなるメアリーがカトリックだから危ないと言ったのです。エドワードは熱烈なプロテスタントでした。エドワードが亡くなると、ダドリーはメアリーだけでなくエリザベスも諸子であり、正式な王位継承者ではないと宣言。本当は2人はヘンリーの最後の妻キャサリン・パーにより王女の座に戻っていたのですが、プロテスタントの貴族がカトリックであるメアリーが継ぐことを恐れジェーンを推しました。7月10日、ジェーンの即位を宣言。一方、7月13日、メアリーも即位を宣言。国民は混乱します。結局メアリーが勝利を収め、ジェーン・グレーは9日間の女王と呼ばれます。そして幽閉された後、斬首刑になりました。メアリーはジェーンに対し、処刑までは考えていなかったのですが、ジェーンの父親がメアリーに対しての反乱に関わっていたことを知ると、彼女のことも処刑せざるを得ない状況になりました。それでもためらいがあったので、カトリックに改宗するならあなたの命は助けますと言ったのですが、ジェーンが拒否したことにより処刑が確定しました。ジェーン・グレー、たったの16歳でした。彼女は王位を望んでなんかいませんでした。王位継承の話があった時も、私ではなくメアリーが正当な相続人ですと言っています。周りの思惑で女王にさせられた結果、処刑されたのでした。こちらの絵をご覧ください。ポール・ドラローシュのレディー・ジェーン・グレーの処刑。室内で処刑されたように描かれていますが、実際にはロンドン島の広場での公開処刑。いろいろな視覚効果を考えて描かれているようです。実際には黒のドレスでしたが、純白のドレスで描かれているところなんかは潔白無実を表現しようとしたのではないかと言われています。新品の結婚指輪が痛々しいですね。この藁は血を吸うために置かれています。一人の次女は辛くて見ることができず後ろを向き、もう一人の次女はあまりのショックに気絶しているようです。目隠ししているジェーンは断頭台の場所がわからなくなり、司祭が手伝っています。処刑人は彼女に同情してやる気が出ないようにも見えます。この絵から彼女がいかに無実の犠牲者だったかというのが想像できます。そして女王になったメアリー一世。彼女は自分の母キャサリン・オブ・アラゴンを追い出したアン・ブーリンが大嫌いでした。母の離婚後、王女から諸子の身分に落とされただけでなく、アンの娘のエリザベスの次女もさせられていたのです。また、両親が離婚することになったイングランド国教会が嫌いでした。母が敬虔なカトリックだったということもあり、イングランドをカトリックの国に戻そうと思い、プロテスタントの人々を次々に火あぶりの刑にしていきます。その数およそ300と言われています。そして彼女はブラッディ・メアリーと呼ばれるようになりました。カクテルで同じ名前のものがありますね。トマトジュースを使ったもの。飲み物にこの名前をつけちゃうなんてすごいですね。メアリーは11歳年下のスペイン・ハプスブルク家のフェリペ2世と結婚しました。スペインは母キャサリンの出身の国であり、カトリックの国、そしてフェリペの肖像画で一目惚れをしたという話もあり、メアリーとしては彼に気に入られたい。そして当時フランスと対立していたスペインのためにフランスに出兵しますが敗れます。そしてフランス内に残っていた唯一の領土カレーを失うことになりました。メアリーは結婚が遅かったのもあり、なかなか子供を授かりません。やっとできたと思ったら想像妊娠でした。お腹の膨らみは卵巣腫瘍のためだったそうです。想像妊娠をしてしまうほど世継ぎを残すことへのプレッシャーが大きかったんでしょうね。メアリーが病気で亡くなると、彼女の命日はその後200年間にわたって国民から圧政から解放された日として祝われました。いかに嫌われていたかがわかりますね。
お疲れ様でした。次回はいよいよ大英帝国の礎を築いたエリザベス一世です。最後まで見ていただくとチューダー朝がいかに大きかったかというのがわかりますので、よかったらチャンネル登録をして次の動画も見てもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。